一口に出雲そばといっても色々ありますね。何にしますか？こういう時に有効なメニューの選び方ってのがあるんですよ。へえ、どうやって選ぶんですか？ズバリ、メニューの一番上の商品を選ぶ。なんかそれっぽい。ということで、釜揚げそばにしましょう。こいつ適当な理由つけて一番安いのを頼もうとしている。バレたか。出雲なんてなかなか来れないんですから。ここはケチらず行きましょうよ。ってことで、天ぷら割りこそばで。予算オーバーだよ。ぐぬぬ。じゃあら今日あんで。彩り割りこそば。よし、交渉成立です。まあ、今回は綺麗にまとまったんじゃないですか。ついに来ました。出雲そばですよ、キリタン。ここまで食べ物我慢してきたのが、やっと報われますね、ゆかりさん。一つ目のお皿は山菜だそうです。山菜そばってよく聞きますよね。二つ目のお皿は山芋とわさびとトビウオの卵。トビウオの卵。初めて食べる。最後のお皿は大根おろしと舞茸の天ぷらです。舞茸の天ぷら。なんてエレガントな響き。それじゃあ早速いただきましょうか。ちょっと待ってください。なんか食べ方みたいなのがあるみたいです。へえ。なるほどなるほど。次のお皿に移るときに前のお皿で余った出汁を使うわけですね。要は前のお皿の薬味を引き継いでいく感じですか。ちょっと変わった食べ方ですね。こいつもう何も考えずに食べてやがる。美味しかった。そういえば、なんで出雲って蕎麦が有名なんでしょうね。蕎麦ぐらいしか育たなかったんじゃないですか。どんだけ土地が痩せてるんだよ出雲。いやいや、絶対違いますって。もっとなんかこう、ちゃんとした理由があると思うんですよね。しゃあない、ウィキで調べますか。なんか江戸時代にお殿様が蕎麦が食べたいからって職人を連れてきたのが始まりらしいです。お殿様のわがままから始まったのか。後の時代には茶会で蕎麦が出されてたそうです。お茶菓子感覚かよ。お抹茶飲みに行って蕎麦出されるとか。胃袋的にヘビーすぎる。雨は相変わらずですね。でも団体客とか修学旅行生もいましたよ。うわ、マジですか。私たちも負けじと頑張りましょう。観光って頑張るもんなんですかね。道はこれで合ってるんですか？もちろん。出雲大社こっちって看板がありましたから。意外とアナログですね。ゆかりさん、富士の花が咲いてますよ。三分咲きぐらいですけど。ほんとだ。これぞ、まさしくゆかりさんのイメージカラー。なるほど。私は富士の花の妖精だったわけですね。どちらかというと、富士に擬態した悪魔だと思います。っていうか、もう遊歩道が川ですね。やっと気がつきましたか。これもう絶対靴濡れますよ。この色はガンチス川かな？いや別に何川に似てるかはどうでもいいです。あれってもしかして鳥居ですかね？ほんとですね。水分でかい鳥居ですね。9メートルくらいあるらしいですよ。しかも鉄製だそうです。大抵石垣なのに、ほんと変わってますね。ゆかりさん、ついに見えましたよ。あれが出雲大社じゃないですか？おお、なんて立派な鳥居。そっちじゃないでしょ。いやまあ、立派は立派ですけど。江戸時代に作られた青銅製の鳥居だそうですよ。青銅って、これまたコストがかかってますね。でそうじゃなくて、あっちですよあっち。神社があるじゃん。今気がついたみたいに言わないでくださいよ。にしても、すごい立派なしめ縄ですね。ほんと、お参り中に落ちてきたら一発 KO ですよね。いやいや、怖いこと言わないでください。この大しめ縄、長さが13メートル、直径は6メートルぐらいだったと思います。バスぐらいの長さがありますもんね。重さは5、6トンだったかな？マジかよ。落ちてきたら KO どころかおだぶつじゃねえか。っていうか、なんでここのしめ縄はこんなにでかいんでしょうね。いい質問ですね。このゆかりさんが直々に答えてあげましょう。粒の素人が何言ってるんですか。この出雲大社は、大国主って神様が祀られてるんですよ。まあ神社なんで、祀ってるのは神様ですよね。で、こやつは、すごく力のある神様なので、ぶっといしめ縄でないと封印してられないんだそうです。以上。大手を振って説明を始めた割には内容が薄っぺらい。優れた論文ほど、ページ数は少ないものなんですよ。だから何なんですか。もっとこう、なんで大国主って神様が封印されることになったかとか、ちゃんと教えてくださいよ。そこまで来たら、国譲り神話について説明しないといけないじゃないですか。いいじゃないですか。どうせ時間あるんだから教えてくださいよ。ドヤ顔するチャンスですよ。じゃあ、ちゃちゃっと概要だけ。もともと、この辺りは大国主が統治していたんです。大国主の国みたいなもんだったわけですね。で、アマテラス大神ってのがいるんですが、その神様が、土地あるやんけ。あれはワイのものになるべきやな。とか言い出すんですよ。
なぜに関西弁？なんやかんややるんですが、どれもうまくいかず、結局、部下を送り込んで、肉体言語で大国主をねじ伏せるんです。武力行使じゃねえか。追い詰められた大国主が、国はくれてやるから、代わりに、タワマンの最上階をよこせって要求するんです。タワマンってお前。ここ出雲に天まで伸びる背の高い神殿が作られ、大国主がそこに封印されたってわけです。なんかむちゃくちゃでしたけど、なんとなくはわかりました。でもこの建物、別にそんな高くはないですよ。まあここは拝殿ですからね。拝殿ってことは、参拝用の建物ってことですか？裏に本殿があるんで、見に行ってみますか？もちろん。よほど高くねえ。そうですね。なんで笑っていいともなんですか？じゃなくて、今の話の流れだと、すっごい高い建物があるんじゃないんですか？昔はあった。今はないんかい。でもほら、立派な本殿でしょ？まあ、それは否定しませんけど、普通の神社だと、本殿は犬小屋みたいなもんですからね。もうちょいでかいわ。これって、中には入れないんですね。残念ながら、私の顔をもってしても無理です。そもそも、ゆかりさんの顔パスで入れる場所なんてないでしょ。実家。一箇所あってよかったですね。お参りは終わりましたけど、どうしますか？本音を言うなら、2時間ぐらいかけて境内を見て回りたいんですが、ですが、寒気がするんで、もう車に戻りましょうか。風邪ひいてるじゃねえか。よくそんな病弱体質で、この雨の中神社参ろうと言い出しましたね。温泉入りゃすぐ治りますって。温泉に豚腹薬並みの効能を求めないでください。じゃあ、車に戻りますか？いや、やっぱり最後にもう一つだけ。宝物館だけ見ていきましょう。いいじゃないですか。宝物館なら雨にも打たれませんしね。なかなか見応えありましたね。半分ぐらいレプリカでしたけどね。そりゃ、国宝その辺には置いとけませんから。昔の神殿の柱とかはすごかったですね。鎌倉時代の神殿の柱でしたっけ？ゆかりさんの言ってたタワマン神殿があった証拠だとか書かれてましたね。それはわかりませんけど、ぶっとい柱の低い建物だったかもしれない。ほんとひねくれてますね。遠い過去の話なんて、ほとんどが可能性止まりですよ。故にミステリアスで魅力があるんです。まあ、わからなくはないですけど。じゃあ、車に戻りますか。そうですね。服も靴もぐしょぐしょで気持ち悪いですし。本当はもっと見て回りたかったんですけどね。いつかまた来ましょう。次は晴れた日に。そうですね。御朱印もらっておいたんで貼っといてください。紙に書かれたのを渡されたので。いつの間にもらったんですか、そんなの。すごいシンプルですね。自力で読める御朱印はこれが初めてです。まあ、確かに大抵は読めませんけど。いくらぐらいでしたか？なんと私の自己采配です。金額自分で決めるんですか？それある意味プレッシャーですね。そうですよ。私最初は300円で行こうと思ってたんですけどね。まあ、四国遍路の札所は大抵300円ですもんね。前の実様がお札出してるのを見て500円にしました。そりゃビビりますね。絶対あれ桜ですよ。いや、そんなアコギな商売はしてないと思います。